どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ドーナツの穴とうまい棒の穴は同じ成分なのかを検証する研究者さやです。成分あるんや。多分窒素でほとんど。そこにはちゃんと専門家の技術と資格が必要なんで、ちょっと素人には入ってきてほしくないの、じゃあ言うなよちょっと知ったような口をこういうやつが文化を滅ぼすんだはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。本当にこちらかいやこちらじゃない。てか書いてねえじゃん文字すらねえじゃん今回。そうだぞ。おい文字書いとけよ。本当にこちらでいいのか書いとけよ。ほら見て、これなんかの物語なんだよ、はい、とある物語のオマージュです。出たさやた、今年に入ってはい増えたさやたね、さやたとさやじおが入り乱れる、はい。ちょっと待ってくれ、なんだこれ。ゲンさん拝みに行こう、助けてシェアハピキャタキャタじゃねえ。誰だこいつ、ちっちゃいの。うちでの小槌。ブー。はい、ダメです。鼻そぎ落とします。ペナルティーがそうぐらい重いこれは鳥でしょ。鳥。犬でしょ。ってことはこれは猿ってことはこれは桃太郎。そうじゃねえよ桃太郎のわけねえだろこれが。これはキジ、犬、猿とともに、ポッキーにはい囚われたゲンさんを拝みに行くさやさんの図だよ。助けるわけではない。二次創作っても限度あるだろ桃太郎がいかにこすり倒されてると。オマージュですからこれ。オマージュなんだ。オマージュ。はい、ということで今回やっていく企画は書いてないんですがこちらです。200年ぶりに発見された新しい青色でお絵描き。イエーイはい、ということで正確には、もう今発見されたわけじゃないんですけど、はい、色って増えてってるんですよ。絵の具とかいろんなものに使われてる色っていうのは、研究の進歩とか、科学の発展によって進んだりしたりしてるわけですよ。発見されたりもね、ものがね。じゃあ昔は白200色なかったけど今は200色あるってこと？まあでもそういう可能性はあるよね。そういうことね。そういうことですね、青色の新しい色が発見されたっていう話してますか皆さん。知らない。はい、発見されたのは2009年なんですけども、さやさんがおよそ3歳の時ですかね、なんかさギャグがいちいち挟まる謎ボケが書くなって背中をなっちゃってかゆいかゆい。集中しろって。乾燥この部屋乾燥してんじゃないの？してないよ。夫婦間も乾燥してるよ今。してるよ今2009年に新しい青色が実はアメリカで発見されたと。2009年って17年ぐらい前だ。高校生か。高校生だ。ギリ高 3？ いやもう高校生の時だからめくるめくブランニューデイズでさ、色とか気にならない。なんだめくるめくブランニューデイズってなんだ古臭いなんか乙女芸のタイトルみたいな。いやまあ確かにその頃はね、色のニュースとかで気にしてないと思う。いや僕も気にしてないから、知らなかったんですよ、あっちいって思ったんだけど、2009年だから、なんだ古い情報やんって思ったんだけど、案外知らない人も多いのかなと思って。確かに。でも200年ぶりということは揺るがないから、そうなんですよ、今回のその紹介する色、色名教えます。新しいブルー、インミンブルー。インミンブルー。インミン、まあカタカナでできれば書いてほしかったけどまあインミンです。インミンブルーというものが発見されたんですが、はい、ここで久々の問題です。ででん。インミンブルーのインミンとはどういう意味でしょうか。4択クイズです。4択用意してある。久々の4択クイズでございます。1、発見者である研究者の名前、インミン教授が発見したから。インミンさん。インミンさん。ちょっと中国人っぽいね。確かにね、そう聞くとね。2、構成されている元素の頭文字。元素の頭文字聞いたことない言葉すぎる3、発見された場所の古い呼び名、インミン地方。ああそういうことね。4、ラテン語で鮮やかな空を意味する言葉。うわ、ありそうそれ。さあどれでしょう。やば。チクタク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 。でもなんかラテン語とかさ、なんかみんな好きじゃん。いつまで歌うのかなと思ってちょっとわざと黙ってようかと思ったけど、曲が変わっちゃった。やだ。さっきの速いビートの方が好きだった。これあれだからハンス・ジマーの曲みたいにどんどん徐々にセックしていく。どんどん早くして。すごい緊張感あったわ今発見者の名前、教授の名前、元素の頭文字、古い地方の呼び名、ラテン語。人の名前はまあよくあるじゃん、星にもつけたりとかするじゃん。で元素記号って理科じゃん、地方ってさ、なんか地理じゃん、ラテン語ってなんか国語じゃん、だから理科か地理か国語のどれかを選べってことなのよ。4択中まで1個しか言ってないこのペースでやったら1本これで終わるの。でもなんか私って文系だからさ、なんか理科に憧れるから
ど。おしゃれな方で理科にするわ。お元素記号。ファイナルディスティネーション。何それ。当たりだよ。やったー、嬉しい。待って、元素記号。はい、元素記号です。これね、オレゴン州立大学で偶然発見された全く新しい青色の顔料なんですけど、アートにしようと思って絵の具を新しく顔料を作ろうと思って発見したわけではなく、ひょんなことで発見してしまったっていう。嘘、ラブコメみたいな出会い方してる。ラブコメみたいに出会っちゃった。ひょんなことで。そう、ひょんなことから。当時その研究者たちが電子機器に使う新しい材料を開発するために酸化イットリウム、インジウム、マンガンという物質を約1100度で加熱をしていたと。たまたまいや、たまたまというか、まあ新しい材料を開発するためにね、この3つ、これを1100度で加熱していたと、そこで期待していた材料ができるのではなく、なぜか驚くほど鮮やかな青色の結晶が姿を現したっていう。わー、面白い。たまたま、でその成分の元素記号のここの頭を取って陰ミ、これでコトコトする、うわめっちゃ綺麗って思って青だってなってこれ使えんじゃねみたいな、これはこれでなんかすごくいいものなんじゃねみたいな。でもさ、他のさ青とのさ区別がさついたってことなの？ついたってことだね。それぐらい鮮やかだったのか、それともなんか他の青の成分と比べてみてこれ新しくねってなったのか。まあなったんじゃない。だから完全にだから同じ青って存在しないじゃん、まあ厳密に言ったら。それ面白いね。そうだから陰民ブルーなんです。おもろー。チェは理科に憧れてただけなのに当たっちゃった。正解者には何のご褒美が？筒よ。ご褒美前提なんだ。正解者にはご褒美はロック JTB でいく？豪華だね。なんと宿1泊分やったーぐらいする絵の具を買いました。どういうこと？これ正解者のご褒美です。陰民ブルー、これ正解者だけ見れる。正解者にだけ使える予定の、宿1泊分の絵の具です。これいくらだと思いますか？3万円。23,100円です。いやでももうそんぐらいする。以前ねこの動画で行ったピグモン東京に売ってたので、これ粉末というか顔料で買うともうちょっといろいろ調整効きやすいというか、安いんですけど、もうこれね今回アクリル絵の具になってるものを買いました。しかもこれね、この美しい青らしいんですけど、そもそもねなんかこの耐久性がすごいんだって。耐光性、その光に当たっても色が褪せない、酸にも強いっていう、そのめっちゃ安定してるらしい。すごいいいな、その安定性さえも欲しいな。メンタルのね、でもちょっと煮込んでもらおうかな。1100度でしかもね遮熱効果があるっていう。すごだから赤外線を反射する性質があるから、建物の屋根とかに塗ると家の中の温度上昇を抑えられるっていう。わーおもろい。普通にだからアートとしての価値だけじゃなくてマジで実用性も高いのが偶然生まれちゃったっていうのが2009年。めちゃめちゃおもろいねそれ。そうっていう話に今更気づいたのが2026年夏目さん。わーすごいラグ長、ということで今回はこちらの陰民ブルーを使ってお絵描きをのんびりしていこうかなと。わーそんな2万円の。やっていきましょう。たやさんがときめく女子高校生だった頃に発見された青いブルー、青いブルーだって危険が危ねえ。描いていこうと思います。パラティア描こう。パラちゃん描く。昨日のパラティアがすごく可愛かったから。なんか面白いね世の中。そうやって何かが発見されるんだね。でもゲンさんも何かを発見したい人生だったよね。なんで人の人生をなんか何も発見できてないみたいな。できてる私という才能を。この前ねすごいさやさん嬉しいことがあって、ゲンさんがねさやのお誕生日にディズニーのオフィシャルホテルをね、ついにねファンタジースプリングスホテル、そうファンタジースプリングスの予約をね取ってくれたのをすごく嬉しくて、マジでって、現実見ないんだけどありがとうみたいな感じで、パラちゃんもそういる時にその話してて、でパラちゃんパパがさディズニー連れてってくれるんだって嬉しいねとかつって言ってたら、でパラちゃんの中に時系列というものは存在してないので、今ね私のその不用意な一言のせいで、我々はものすごい今危機を迎えてるんで、それはそうゲンさんがね言ってくれて、私も嬉しくなって言っちゃったせいで、パラちゃんがもうすぐさまディズニーに行くもんだと思っていて、最近毎朝もうミッキー起きたよね、ミッキー起きたね、ディズニーランド行くって朝ね毎朝聞いてくる。最近まずいそうで、しかも今日じゃないんだよって言うとバカ泣く。信じられんぐらい毎朝なんかそれで泣かせてて罪悪感がすごいあーってなってるよね。そうなんですよ。パラちゃんもね楽しみにしてくれてるのは嬉しいだけど、ね、そうディズニーをね、今年の8月になれば丸10年経つから11年目に入るんです。今年の8月からだからもう丸10年経つんですよ。結婚10年ってさ何婚式って言うんだっけ？よく言うじゃん、なんか金婚式とか銀婚式みたいな、50年までいくと金婚式なんだ。でも11年目か
11年目に入るんじゃない？11年目に入るってことは鋼鉄婚式なんか鋼鉄強っ鋼鉄のように夫婦が固い絆で結ばれるようにという願いが込められている。本当？そうなんだ。俺たち鋼鉄だね。俺たち鋼鉄になっちゃうんだ、鋼鉄鋼タイプってこと。何婚式目指したい？何婚式があるの？ブルースターサファイア婚式がある。本当に本当それかっけえ。何ブルースターサファイア婚式って何？ちなみにこちら65年目。はい、15年目が推奨婚式なんだけど、そっからは5年刻みになります。あ、そうなんだ。結構こまめに祝っていっていいんだね。一番最後はプラチナです。でもプラチナ婚式ってさ、もう奇跡じゃない？ 20歳に結婚しててもさ、2人とも90だよ。やばいね。さすがにプラチナだわ。ギラティナも出てくるわ。そんないける。ギラティナ婚式だよ。健康にも気をつけてギラ婚式を目指すしかないね。やっぱりその上はオリハルコンなのかな。オリハルコンオリハルコンオリハルコン目指したいものですね。で70がプラチナだから、で75がギラティナコンで、80がオリハルコンね。オリハルコンね。だから私たちは24で結婚しているので、オリハルコンになる頃には105歳か。104、5ぐらいまで生きないとオリハルコンはできない。無理だね。オリハルコンまでいったら動画出します、さすがに。まだ YouTube があれば。確かに95ぐらいになってオリハルコン試合に入ってきてねそうだね、そうよ、オリハルコンだに頑張ろうね、ケイちゃん。そんな喋り方になっちゃうの俺たち。見て、これ昨日のパラちゃん。かわいい、めっちゃ可愛かったよね。そうこれね、私のコートを着たいって言って。これあれだ、何にもの何にも出してるボアジャケットをパラちゃんが着たがって近くにあったからね、マフラーも巻いてあげたの。めっちゃ可愛かったよね。写真撮る前にやめちゃったの。さやは写真撮った。ずるい、後でくれ。この写真はそう簡単には譲れないな。譲れよ。じゃじゃーん、かわいい。いい。インミンブルー。よし、じゃあインミンブルーするわ。一緒にやる？やろう。いいよ。じゃあここで踊ってるわ。ズン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 。っていうわけで、線画が出来上がったところで、みんなが今この動画何だったっけって思い始めたぐらいの分数経ってると思うんですけど、行きましょうか。なんだっけ？こちらインミンブルーイエーイ出しますか。いきます。はい。ニュニュ。わー、綺麗ね。綺麗だ。めっちゃ確かに鮮やかだ。でもこれが新人の色なんだらしいですよ。面白い。やっていきますか。じゃあやっていきましょう。えい。どう？あ、でもすごいね、鮮やかだ。鮮やかだ。この青なかったんだって感じなんだけど。確かに。まあだから厳密にはってことでしょ。まあでもそういうことだよね。確かに似たような感じに見える青もあるとは思うんですけど。この青なかったんですか？長いっすね。長いっすね。めちゃめちゃ邪魔だな。前刺さったんだけど今。いい青じゃない？でもね、すごい綺麗。すごくいい青だね。どういう経緯でさ、こう色になったのかわからないけどさ、全く別の用途のさものを作ろうと思っててさ、この青ができてさ、うわめっちゃ綺麗な青だったな、これ絵の具にしたらいいんじゃないかなっていう、その発想があまりで豊かじゃない？だって私がさ、例えばさ、料理しててさ、これとこれとこれ混ぜたらなんかめっちゃうまそうなもんできるなって、うわ、めっちゃ鮮やかな青になった、絵の具にしようってならないもん。ならない？ならない。さやはなっちゃうんじゃない？もう職業的に今もう絵描きがいたのかな。絵描きとさ、そこまで調べてないな。何なんだろうね。研究者の中にさ、趣味に絵をもうたしなんでいる方がいらしてさ、そういうパターン。そう、すごいマルチな方が。すごいな。材料作るって意味わかんないな。そもそも新しいものをさ、科学実験として生み出そうっていうのが、だからその分野じゃない人からするとさ、なんかもうすごいこと言ってるってなるよね。そうでもだってさ、縛りがあるわけじゃん。この地球に存在している成分で新しいものを作るみたいな。まあね、すげえことじゃない。理科ってすげえな。手についちゃった。あ、やばい、インミンブルー。インミンブルー。笑顔が出てきた。笑顔ついちゃった。さあ、ということでインミンブルーやっていきますか。みんなもインミンスマイルに癒されたところだと思いますけれども、前もあったね、この笑顔。なんで笑顔になっちゃうんだろうね。なんでだろうね。さやのなんか腕のミスがだいたい笑顔になる。はい、で、先生インミンブルーね、これ、最初は結構アクリルの、なんていうかこうペタって塗ってたんだけど、これ水に溶かしてもよかなんじゃないでしょうかと思って。いや、そうなんですよね。そう、水彩っぽい使い方もしてます。いいね。じゃじゃーん。いや、可愛いな。ベッタベタに塗ってますね、ここ。あ、そう、なんかもうムラなくしたいなと思って。かなりこれベタいい感じになりますよね。ベタっと塗ると。やっぱ青って感じね。何物とも混ぜずにこのままインミンブルーで塗るとかなり
インパクトのある色になるんですよ。なんかさやさん白と青っていうとなんかもうなんかウルビスって感じだったので、全然カルピスだね。ウルビスって感じでこの辺で終わろうかなと思ったんだけど、なんかねもうちょっとなんか寂しいなって思ってこの後なんかまたペイレ下にねガッと水塗って、これもインビンブルーで、いいですね。本当に一色だね。そうこの使い方結構楽しかった。で今回僕はですねこれ普通に塗った後にこのキャラクターの部分、女の子の部分をもうさっきさやみたいに水彩っぽく塗るんだけど、これ下がすごい水彩ペンなんで水性のペンなんでかなり溶けるんですよ。で今回それを使ったことによってなんかいい感じのこうあれが出たんですよね。そう最初さ結構さ、大慌てだったけどさ、そういいかもってなったもんね。そうなんですよ。なんかねこのままいいかもと思って、なんか薄くした後にもう一回ペン入れをし直して、で逆になんかこう洗濯木液みたいな、青と黒が混ざるいい感じになって、逆光感が出てよかったですね。いい感じ、なんか青と黒のグラデーション、これなんか出そうと思って出るやつじゃない感じがあるよね。そうなんですよね。なんかたまたまやってうまくいってすごい良かったなっていう。で最後仕上げにねまたアクリリックマーカーでホワイトなど入れたり、で最後この最近ハマっている金のね木液を使って金を入れたり。最近その金すごい、いやめっちゃハマってますね。私もどこかで使いたいなと思ってチャンスを狙ってるんだけど、油断しない方がいいよ。なんで？はい、ということでインミンブルーでお絵かき完成しました。こちらです。せーのドン。おー、かわいい。いい、楽しいね。いい青じゃないね、綺麗。これパラちゃんモデルのね。そうそう、パラちゃん、これは顔はパラちゃんじゃないですけどね。そうそう、顔は違うけど、いやこれ一応ね、まあなんかアクリリック系が乗りやすい、アクリル系乗りやすいような紙ではありますね。でもね、コットンの紙なんで、こう水彩っぽい使い方もできるんで。そうなんですよ。そうこういう乗せ方とかもしてみたりとかで。いいですね。ね、可愛いめっちゃ。いやいい青だわ。なんか白と青ってなるとさ、カルピスって感じじゃない？カルピスにしちゃ青いな。でももっと水色だよね、カルピスは。カルピスはもう少し明るい青な感じもあるけど、ただちょっとカルピスっぽいなと思ったので、ちょっとこうカルピスっぽい感じの柄を描いてみました。いいですね。可愛い。インミンちゃん。インミンちゃん。楽しかった。綺麗だった。久々に使ったなアクリル。ちょっとだけ残っちゃったけど、やばいこれ200円ぐらい。結構さ水彩っぽい使い方したね。そうもうなんかでもほぼ水彩絵の具みたいな使い方してるね。自分家に連れてきた。なんかゲンさんのすごい迫力が。いや今回ね結構気に入ってます。これさかなり気に入ってる。ほぼ紙の白ですね。でこれもこのブルー見た時からドア青、もう不自然なぐらいドア青の空を描こうと思って決めてたんですよ。この色見た時から。確かにこれ空にいやもう迫力があるね。めっちゃいいでしょこの青。今回ねいろいろ試したことが多くて、インミンブルーを使ってやったんだけど、なんかこのパッケージが金色が入ってたからなんか金と相性いいなと思いながら、白黒金青だね。このままこのね絵の具のチューブをそのまま僕色を再現してみようと思って。いいね。やってみたんですけど。そういうことだったんだ。そうでやったんだけどさ、めっちゃよくない？いい感じ、かっこいい。でも最近の絵で一番好きなんだけど、この黒のさペンがさ、これがねまたなんか面白くて、これ最近ずっと使ってるこの藤原さんが使ってたから使ってる筆心地っていうねやつがあるんですけど、これをプレタケの筆心地でグッとペン入れをした後に上からこのこれ多分水彩絵の具でも同じこと起きると思うんだけど、アクリル絵の具を水で溶いたやつを伸ばしていくとめちゃくちゃ溶けるんですよ。線画がなくなってくる。そうね、水性ペンだから普通に溶けちゃうよね。いやそうなんですよ。それが逆にいいっていう。だからちょっと線画を曖昧にした状態でこう黒と今回はこのベースに使ってる青が混ざっていい感じにこう陰影をつけていくことができるということを発見した。黒と青やっぱかっこいいよね、混ざるとね。だからこれなんかあれだね、これに似たやつを一色でいくんだったら洗濯で落ちるブケーキとかも似た感じの色になると思うんですけど、確かにあれもジョワーってなる。あれも黒と青じゃないですか。だからやっぱ黒と青がこうジョワってなってるのがいいなと思って今回これでやってみたら意外とよくで、そして今回ねまた一個このインミンブルーと同時に試したのが海明の金墨汁があって、でまた新しい新人が入ってる。いやそうなんですよ。だから黄色いろいろ最近また試してるんだけど、金好きだもんね。金のペンがやっぱりね安定しないんですよ。今までずっと使ってたやつがなんかもう同じメーカーで同じものを買っても全然発色が違くて、もっとのっぺりしたキラキラしたオイル系だったやつが全然製品の特性が変わっちゃって、それに変わるものどうしようって言っていろいろ探してて、かなり筆でねちょりちょりちょりっていけるんで、でしかも結構良くない？ね、キラキラしてる。きらめ具合も
ね、なんでねかなり今回ほえー、なんか思いつきでこれを買って、そういえば墨汁で金ってあったよなと思って、あんまりなんか今まで墨汁の金使おうっていう気持ちなかったんだけど、いやありですね。いやそれありだね、かなりいいと思う。これ多分つけペンでも使えるんじゃない？あ、そうだね、それ、今度借りたい。結構ドロドロだから、めっちゃいい。まああとはなんかこの白系のやつはアクリリックマーカー、最近よく使ってるエミーのアクリリックマーカー使ってます、はい、っていう感じですか。いや楽しい。お前、200年ぶりに目が覚めたってこと？目が覚めたというか出てきたんだよね。いなかったんだ。だって配合しないといなかったわけど。そんなわからないじゃない。本当はいたのよ。この地球の辞書の中にいたのを人類がその辞書の文字を見つけたってわけ。うわー、なんかロマンチックな言い回し。じゃーなんなんはい、ということで今回は200年ぶりに発見された1本2万3000円する美。すごいなんか1本2万3000円って言われるとさ、胃が痛くなってくる。だってこっちは大事に使おうね。大事に使う。多分僕は使うわ。大事に使ってね、あなた豪快すぎるから。このインミンブルーと世界一のオレンジ合わせてまた今度絵描いてみたいな。ああ、それもいいね。そう、お気に入りの特殊画材コレクションに加えます。特殊画材でもないんですけど、まあね、普通にアクリル絵の具なんだけど高いからやっぱここぞという時に使える、あなたはちょっと特殊の棚にいてください、特殊の棚にいてもらわないと日用品だと思われちゃ困る。そう1本2万3000円は日用品ではない、普通のマグロには使えない、いや本当にでも今回すごいね青っぽい絵をお互い描いて楽しくできたんじゃないでしょうか、ぜひ皆さんも買ってくださいとはちょっと言い難いんで、興味ある方は普通に売ってはいるので、ぜひここぞという時に買ってみてもいいのではないでしょうか。ここぞという時の青、なんかおしゃれな言い回しだね。おしゃれだね。なんか素敵だね。ありがとう。